ちは、白川隆二です。こんにちは、金川光です。で今回も、極真空手世界大会3連覇とそれから100人組手達成した高傑先生との、コラボをお送りしております。よろしくお願いします。先生に第1回目で足掛け下段、受けたんですけど、すごいスパーンときましたね。そういえば下段突きまでは行ってなかったよ。でもその後でも下段好きなんですよね。正式な名称ってじゃあ足掛けだけなんですか？あれだと足掛けですね。僕らだと足掛け下段好きって言って自分は現役の頃こだわりがあって、倒れた相手に対して、必ず突きまで行ってから斬新を取るっていうのはこだわりがあって、それで1本昔は、相手を倒して下段突きけば、一番極真の初期はそれで1本で、第2回から技ありで、もう最近は足掛け下段突きで、認めてもらえることがめったになくて、あれなんですけど、ただなんか自分の中にこだわりがあって、昔の慶応集とかでもそうなんですけど、僕届かないところで下段突きしても意味がないだろうって自分の中でこだわりがあって倒れた相手にわざわざ追ってって下段突きしてくれた。でも最後ここまでやってからってそう、なんかたまに倒してこうやってなんかこれだと下段突きじゃないじゃんっていうのが僕の中であって、足掛け下段ならじゃあ足掛け下段突きまでやってもらっていいですか？なんかすいません、なんか2本目の頭でじゃあ大丈夫です。足掛け下段突きっていうことで、2回目はですね、すごい気になることがたくさんあるんですけど、よく高傑先生っていえばもう本当に学びのある YouTube ですごく有名で、たくさん高傑メモ出てくるんですけども、ぜひ高傑先生のチャンネルご覧ください。でそこでよく先生がおっしゃって脳を騙す。それすごい気になりまして、脳を騙して相手を崩したり、無差別級の戦いで勝ち抜いてたんですか。体がでかい、例えば40キロぐらい差がありましたね。あとオセアニアの言いましたね、2メートルぐらい。ジンバブエの方ですか？40キロ以上差があるのはジンバブエの。オセアニアの方はもっとすごい、なんか身長差が40キロ差ですから2人、あれはもうすごい身長差ある人にも無差別で勝ってきたんですけどね、そういう細かい脳を騙す技術をやってたんですよ。それちょっと話すことがないと思いましいですか？相手を崩すっていうやつで、例えばですけど、僕ぶつかるんで止めてもらっていいですか？ここで入って、これを止めます。これで、同じようにぶつかるんで止めてもらって同じやつで来ても止められないですよね。そうなんですよね。これも本当大抵のものをちょっと騙させてもらってるので、これに脳の騙しが入ってる。多分相手よりもなんか多分似たようなのはあると思うんですけど、この形のものがぶつかるって、もうそちらが準備したらもうこの形のものは絶対止められるんで、ぶつかる瞬間に、こちらが違うところに入力するというか力を、で今実はやってたのが、ただこうぶつかってたのが、ぶつかる瞬間にこちら側を入れながら、こういう形じゃなくて、こういう形でぶつかるわけなんですよ。なので同じようにもう一回じゃあ止めてください。止めてください。こんだけなんですけど、同じぶつかりに力のかかり方が違う。そうです。なんで、極端し例えばここからドアに入る、止めてください、入るって言っといて、こう入ると、そうすると耐えられないんで、これを実際押すのが一番分かりやすいんですけど、こうバーンって入っていくふうにして、こっちが先に当たっとけば、こっちのパンチで崩した後にパンチが打てたりとか。これはすごいですよね。やっぱりちょっと見てる人も分からないと思うんですけど、同じ形で来てるのに、簡単に言うとこっちでいけるかなと思ってたんですけど、反対側をうまく使ってこう来てるので、どこで止めていいかちょっと分かんなくなりますよね。なのでそうです。もうこう接触するだろう、こう接触するだろうと思ってるものがこうなのに、なぜかこっちから先に力が入ってると人間は耐えれないっていう。耐えれないですね。予測しちゃいますね。どうしてもこっち側で来るだろうと思って、この姿勢で。要は事前にこの形が来るっていうのを思わせちゃえば騙せる。ちゃんと仕掛けがあるんですね。そうですね。逆にわざと最初こうぶつかるっていう入り方をしておくと、次が騙せるっていう。誘いがあるとさらに。そうです。
やでも種が分かってても難しいですね。だからすごい高度なフェイント的な感じがしますね。そうですね。なんで、最初分かりやすく学ぶにはもうこの形でボーンとぶつかる、この形でボーンとぶつかってぶつかる直前に反対の足を入れるっていうのが多分一番最初の練習としていいのかな。はい、じゃあ普通にぶつかるんで耐えてください。耐えてください。こんだけの無意識のうちにやっぱり人間はその形でそのどう来るだろうなっていうふうに判断しちゃうんですよ。体が予測してそういうふうに出力しちゃうんで、そのタイミングがあれってなっちゃう。それは現役時代の時は気づいたんですか？そうですね。もともと僕の師の指導の時に、はい、前もうちょっとそこで右一歩入れんかみたいな感じで言われて、はい、で右入れたら崩れるなみたいな、なんでだろうみたいな感じで、膝蹴りとか打つのにこう入って膝蹴りをこうバーって打つのか、ここで入ってこうして打つのかで相手がすごい崩れるっていうので、なんでだろうなっていう最初は疑問からだったんですけど、これが気づいたの大きいですね。大きいですね。もうでもうまく使えないと全然外せないかもしれないですけど、分かってればどこでどのタイミングで右足を踏み込んで前に入ると相手が崩れてくれるのかっていうのが理解できるので、ちょっとはい練習してみます。そのままこうまずさ、はい、これが普通ですもんね。普通の当たりそうですね。そして次にはこっちがそうですね。はい。多分こっち踏み込んでぶつかる時に一緒に入ってもらっていいですか？こっちは。そうです。そうするとさらに多分そうです。そうするとこっちにも来るから。そうですね。でできれば最初の出力がこう当たってたやつが最初がこっちになると、こう当たってたやつが最初がこっちになると、そうか、それもそうです。これ単純すぎますもんね。最初ちょっとこっちで強めにして、ちょっとだけこうトトン、そうです。トトンっていうのがパパンっていうのがいいですね。でさらに最後にトンでも崩れ始めたらこっちも一緒にいっちゃった方がいいです。はい。これ難しい。今はこの練習だったらいけるんですけど、それを試合でちょっと難しいですね。試合では最初はこれで体の感覚、肺の感覚を覚えてもらって、はい、あともう一ついいですけど、脳を騙して技を効かせる打撃っていうのをちょっと体感したいんですけど、脳を騙す、効かすというか、中に残す、中に残す、心理系のパンチとかでも、相手を後ろにパンチで運んじゃうと、じゃあちょっと軽く打ちます。例えば同じパンチでもこうボンって押しちゃうと相手を後ろに運ぶ威力のパンチでドーンっていう衝撃力はあるんですけど、中には残らない。で逆にこの場合銀系っていうんですけど、これの場合は後ろにこうドーンっていく攻撃力はないんですけど、やるとさっきより中に残る。残りますね。これがこっちに押しちゃうと全然違いますね。これで多分そんなに中に残らないっていうのがあって、本当に中にね、これを強く打つとっていう感じなんですけど、ちょっとじゃあちょっとじゃあ強火まず普通にドーンって後ろに飛ばします。それでもすごいですよね。これが飛ばすケース、体が後ろにいっちゃうっていう。すごいですね。これなかったら終わったんです。じゃあちょっと中に戻して。はい。残りは全然違います。両方効くんですけど、これ残りますね。こっちの方が吹っ飛ばないんですけど、吹っ飛ばないから残るっていう。そうですか。じゃあ普通にまっすぐなんていうかね、こうドーンって伸ばす系の。もう来ますけど。じゃあ普通にはい。めっちゃ体重が多いから余計多分残りやすいわ。生息する。お願いします。
じゃあどうします？もう一発まっすぐのやついってから。もう一回じゃあもう一回ちょっと体になる。後ろにこうなってはい。今度はちょっとだけなんかしますね。思います。すごいです。重たいです。この間キラさんとのコラボの時に、一緒にいたシュンさんっていう、マジシャンの方が言ってたので、あ、やっぱそうかもしれないよなって思ったのがあって、ちょっといいですか？こうパンチを打って相手がこの力で運ばれちゃうと、ここの出力って、相手を運ぶことにも使っちゃってるんですけど、同じ出力バーンってやっても、後ろに運ばれる前にこうすることで、このなんていうんですかね、生み出したエネルギーをここに残せるというか、相手の体に衝撃を伝えて、後ろに抜ける前に戻した方が中に残るそのせいじゃないっていうので。でもそうですよね。浸透系と飛ばす系のまさにそれですよね。実際試合ではやっぱりやっぱ浸透系の方がいいんですかね。いや、もうこればっかりは用途によるんですよね。崩す目的でも使えますし、パンチは相手の重心を奪うために使うパンチもあれば、効かすパンチもあれば、あと得意不得意の間合いとかもありますし、でパンチも入れる角度によってもやっぱり効きやすいのがあったり、さっきの浸透系のパンチでもこっちに打った方が実は効くよっていうのがあったりでも本当に短い間合いでこの間合いですごい効きますね。本当ショートレンジですよ。いや、ありがとうございます。でもこう細かい脳のこういう脳を利用して崩すとそういうこういう感じといろいろあります。なんか同情生とも喋ってるんですけど、ただただ殴って蹴ってだけの競技なんですけど、いまだにもう正解がわからないぐらい奥が深くて、いや本当深いですよね。いまだにもう全然答えにたどり着いてない。先生そこまで言われたらもうみんな同情生のさらに。でもこうやっぱ細かい技術が隠されてるってことですよね。そうですね。本当いろいろありますね。実際に世界大会3連覇の小池先生にファンでいただいて嬉しいです。この脳を騙すテクニックってやっぱ応用すればいろんなやつに使えますね。そうですね。実はいろいろこれ以外に本当はいっぱいあるんですけど、ちょっと YouTube では明かせない技術がいっぱいあるんで、小池先生のオンライン教室そうですね。そっちの方ではもう何の NG もなく出してるんで。でも本当こういう脳の錯覚を利用した崩しってちょっと合気道もちょっと応用できるかな。今度考えてみます。ぜひ取ってないところでだったら全然応用のもっと深いやつをそうですよね。はい、あるんで、単純にタックルとかでぶつかるっていう時にも使えたりしますよね。いや、もう学びになります。ありがとうございます。また次回次の教えてください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひ高血先生のチャンネルご覧ください。お願いします。一番の基本がこういう後ろ足1本目で回転が始まるので、こういうまっすぐ。さっきのスピードが生まれる。